ラジオの商売も失敗に終わり、再び借金を抱えることになったたかしは、倉庫会社に就職した。もともと乗り気ではなかったものの、見識があり、人当たりが良いたかしは、1年足らずで責任者に抜擢された。商売の借金もあったが、久美もパートで家計を支え、ようやく生活が落ち着き出した。なあ、久美。夏休みにお父さんとお母さん連れて屋久島でも行くか。たかしは、久美の両親に迷惑ばかりかけてきたことを、ずっと気にかけていた。まあ、どやろう。お父さんがには何もお返しできてないから、俺は一回連れて行きたいんや。そこまで言うなら、父さんに連絡してみるけど。久美はあまり乗り気ではなかった。お父ちゃん、屋久島に行くん？隣にいた高明が嬉しそうに聞いてきた。おう、そうや。おじいちゃんがな、一緒に行けたらええな。いつ行くん？僕、学校休むの？そんなに楽しみか。だって僕、屋久島行ったことないもん。そやな、初めてやな。屋久島の海は綺麗ぞ。高明が見たこともない魚がそこかしこにいっぱい泳いどうしな。ほんまに？ほんまや。僕、見てみたい。そしたら夏休みに行こか。やったー。僕行く。その夏、たかしたちは和夫たちを連れて、屋久島に帰省することになった。お母ちゃん、これとこれ、持っていくから。高木、それくらいにしといてよ。そばにいる久美は、どことなく浮かない顔をしている。出発の日はあいにくの大雨で、屋久島に向かう高速船が欠航になるかと心配していたが、運よく乗船できた。しかし、出港後間もなく悪天候に見舞われた。荒波の中進む船は上下左右に激しく揺れ出し、三半規管が弱い網はすぐに気分が悪くなった。後を追うように皆次々と船酔いしていったが、高明だけは元気にはしゃいでいた。ブンブン。網、こら。高明は和夫に買ってもらった蛇のおもちゃを振り回し、網を驚かせようとしていた。網は眉間にシワを寄せた。蛇のおもちゃのリアルさが気味悪いが、それよりも高明が振り回すおもちゃの匂いが鼻をついて耐えられない。ゴム製特有の独特なケミカル臭が網の船酔いをさらにひどくさせ、激しく嘔吐した。困ったわ。網の船酔いがきついわ。やっぱり、三半規管が弱いから。網、少し横になりなさい。言われるがまま、横になったが、今度はエンジン音が耳の奥まで大きく響いて、余計に気分が悪くなった。お母ちゃん、臭い。珍しく言葉を発した網は高明のおもちゃを指さしたが、皆きょとんとした顔で見つめ返した。網、ほら、これは何もくそうないき。和夫がおもちゃを手に取り、嗅いでみせた。網は再び眉間にシワを寄せた。父さん違うねん。この子、ほんまに神経質やから。そやけど臭いもんは仕方ないきんな。久美は気づいていなかった。網が生まれながらの自閉症で、独特の感覚を持ち合わせていることに。網は物心ついた頃から、同年代に比べ、
理解力や記憶力が劣っていたが、その原因の一つが五感の異常な反応だった。そのため、微細な匂いさえも激しく感知してしまうのだ。ほとんど言葉を発しないアミに、周囲の大人たちもそのことに気づくことはなかった。2時間後、船は安房港に到着した。皆、激しい船酔いに疲弊した状態で島に降り立ったが、灼熱の太陽の下、店は愚か、自販機一つ見当たらない。喉を枯らし、ヘトヘトになりながら、ようやく高志の実家にたどり着いた。